いや、あなたの身長であなたの股下の場合はホリゾンタルにはできませんってはっきり言われますか？言われる。これもホリゾンタルに近いですけど、やっぱ気持ち下がったような感じ、やっぱこの感じが僕はすごい好き。いわゆるアメリカのロードバイクって感じ、そうね。実際横でこの写真で絵で見てかっこいいなより、やっぱ自分のサイズに合った自転車に乗ってるってことの方がはるかにかっこいいことなんだよっていうのをなんかもっと知ってほしいです。声を大にしてみたい、声を大にしてみたいこれは。こんにちは。こんにちは。上馬店ダンカンです。上馬店のウエンツです。なんか久しぶりだなこれ。緊張するなんか久々に、2022年一発目、初撮りですね。そうですね。出てきたってことは VS 動画。今日は、何をお送りするかというと、フレームの形の話ですね。ホリゾンタルフレームとスローピングフレーム。スローピングどっちがいいのっていう。まずは、スローピングとホリゾンタルっていうのは何なのかっていうのをちょっと説明してもらっていいですか？じゃあまずホリゾンタルフレーム、水平っていう意味ですかね。トップチューブがヘッドからシートに対してまっすぐ一直線に水平になってるのをホリゾンタルフレームって言います。トップチューブが地面と水平、で対してスローピングは、こっちが分かりやすいかな。そうですね。ハンドル側のヘッドからお尻のサドル側のシートチューブまでこうズドンと下がってるフレームをスローピングフレームっていう、マウンテンバイクとか、クロスバイクとかは多いですよね。そうですね。っていう大きな違いが。そうですね。これはいろんな機能的な要因もありますけど、やっぱ一番は見た目が結構見た目そうだね変わってくるところなので、それ結局どっちがいいのかっていうのをお話しできればと思います。じゃあ、どうですか、ウエンツ君、どっちがいいですか？僕はいろんな理由があるんですけど、スローピングが好きで。スローピング、まず僕は身長が低いので、ホリゾンちなみに165センチです。ちょうど。なのでホリゾンタルのフレームに、基本、乗れないって言っちゃっていいのかな、乗れないことが多い。僕のフレームサイズに合わせると基本的にスローピングになっちゃう。で無理してホリゾンタルに乗ろうとするとサイズが大きかったりとか、車体の全体のバランス感が崩れちゃったりとかするので、単純に乗れないっていう理由もありますけど、スローピングの方が好きですかね。その方が車体の全体のバランス感がよく見えると思います。僕のフレームサイズだったら。なるほど。でどうだろう、もう誰が言い出したんですかね。なんかそのホリゾンタルの方がかっこいいみたいな。結構そのホリゾンタルに執着する人が多い印象ではあって、ホリゾンタルに乗りたいんですっていう、もうそこから入っちゃうと、もうそもそも自分のフレームサイズに合ってないところに手を出しちゃういがち。身長が低いって感じで人に関しては、ある程度身長が高くて足も長くてだったらどっちも多分ダンカンさんとかどっちも選べるじゃないですか。そうだね。この写真の一種も170ちょっとぐらいで、僕も170、この前健康診断で測ったら 1.5 でした。170、1.5、3って言ってたのに1.5 センチ低くなってた。俺は1センチぐらい高くなってて、この間の健康診断では166センチ。なので 170、1.5 の僕は、車種によりけりですね。無理してホリゾンタルに乗ろうとするとトップチューブ高くなりすぎちゃうのもありますし、逆にね、こう一種のこのアントみたいにロードバイクとかだと、基本ホリゾンタルも乗れるっていう感じなので、選べるのが僕も理想ですけど、それがちょっと難しいっていうのもあるので、ホリゾンタルよりはスローピングの方が僕は好きです。じゃあちょっとこのいろいろ車種だったりフレームサイズの写真を持ってきたので、ちょっとそれを見比べながらいきましょうか。まず一種のこのロード、アントのロード、これはホリゾンタルの方がかっこいい。いわゆるちょっとクラシックスタイルじゃないけど、ラグでこうパイプをつないでるフレームでスレッドステムでっていうのは、これは昔ながらの、そうですね。だから僕はこのスタイルは乗れないことが多いですかね。そうね、この一種
のサイズ感だからこそっていうのもあるけど、そうです。いわゆるな、昔のランドナーとか、700C に限ってですけど、これはロードバイクなんで、700C でラグでホリゾンタル、これはもう1個のテンプレートとしてかっこいい。これはかっこいいです。これに通じるところだけど、俺は最初からトラックバイクから乗り出したので、やっぱ競輪のフレーム、競輪も基本的にはホリゾンタル。ただね、やっぱこれもちっちゃいサイズとかになるとギュッと詰まっちゃうから。そうですね。競輪はサイズがちっちゃくても割とホリゾンタルを維持しようとするんです、その結果やっぱフレームのバランスがちょっと詰まっちゃったりとか、形崩れちゃうことが、あるかなっていう印象です、でそうね、あとはなんだろうな、このシートの出しろ、だったりとか、ステムの高さだったり、その辺がしっかり取れてるとやっぱ見た目もかっこいいなっていう、一種のこれはなんつうのフレンチフィット、ヨーロッパスタイルな出しろはちょっとでっていうのでも、かっこいい車種っていう感じかな。これがハマる、難しいなこれ説明がこれがハマるタイプだからかっこいいじゃないですか。でも例えば競輪とかだったら、ある程度シートも出ててハンドルとの落差があった方がかっこよかったりとか、競輪選手も全然出てない選手とかもいるけど、これはスタイルなので。でお次はこれいきますか。これにしましょう。クックペイントワークスペインターの今野ボーイさんの IF ですね、インディペンデントファブリケーションで、車種が、グラベルロイヤルっていう車種なの、でこんちゃんも同じく170ぐらいかな、一周とほぼ体格一緒で、この写真見てもらうと分かるように下がってますね、後ろが。でシートがドカンと出てるような感じ、でアメリカンハンドメイドって言ったらなんか俺はこのイメージが強いかな、ちょっとパイプ太いやつで TP 溶接で、で若干スロッピングしてるっていう、アメリカの、いわゆるハンドメイドのバイクだと、サイズ大きくてもかたくなにスローピングが多かった印象がなんとなくありますね。ホリゾンタルのハンドメイドはもうホリゾンタルを指定しない、何も特にそこに触れなければサイズがどんなサイズであっても基本スローピングで来るっていう印象があります。でよっぽど身長高い人とか指定しない限りはそうだね。あとグラベル系に関しては大きいサイズでもやっぱスローピングの方がかっこいいし、確かに多いけど、ホリゾンタルのグラベルバイクってあんまないかもしれないですね。ミッドナイトとかはホリゾンタルに近い、まさにここにありますがミッドナイトスペシャル、50はちょっとスローピング、54は結構ホリゾンタルに近くなるような感じ、結局フォークの長さって誰が乗っても変わんないじゃん。でヘッドチューブの長さがあってハンドル位置があって、でそれに対してやっぱ身長低い人って下げないと、そうですね、俺らの、170前後でもやっぱ下げないと、このまたぎっていうのが確保できない、でグラベルバイクになるとタイヤクリアランス広く取ってるからロードとかと比べるとやっぱ長くなって、そうですね、ヘッドがちょっと高くなります。ヘッドの位置が高くなって、でヘッドはね短くできる限界がどうしてもあるから、それに対応するためにスローピングになるから、理にかなってるというか、であとはね、そのパイプが短くなるからちょっと軽くなったり、剛性感が高くなったりとかいろいろありますが、IF は特にスタンドオーバーってまたぎを気にするブランドでもあるんで、またぎを優先すると170センチ前後の人でもほとんどスローピングになる。そうね、多分その IF って、カスタムオーダーなのでオーダーする際にチェックシートをインタビューしながら見て決めていくんだけど、やっぱホリゾンタルっていう欄がありますよね。ホリゾンタルにチェックをしないと基本ホリゾンタルにはならないし、いやあなたの身長であなたの股下の場合はホリゾンタルにはできませんってはっきり言われますから、言われる。で多分こんちゃんは全く何もいじらず、来た図面の通り作ってもらったって感じですかね。じゃあちょっとそれに対して身長でかい人のやつ見ましょうか。これもう日本人離れしたスタイルのオーナーさんの IF、 180とか90ぐらいありました。どうだっけ。確かにかなり大きい方で足もとても長い方で、車種はクラウンジュエルロードバイクですね。なのでもうこれはホリゾンタルチェック入れたら
乗れる方の身長だったので、どうですか？まあ羨ましい普通にこのサイズ乗れたらまあかっこいいだろうなと思うけど、じゃあ仮に僕がこの自転車持ってたとしても乗れないし、シート多分一番下に下げるぐらいの乗り方になるので、それはホリゾンタルであること以上にかっこ悪い。そう、まあ車体だけでこの写真みたいにね見た時のバランスはかっこいいけど、俺がここの隣に立ったりとか実際乗ったら全然かっこよくない、ちゃんとポジション出したら、このおかしなことになっちゃうっていうのがあるので、まあ、僕らはそこをねしっかり足の長さ見させてもらったりとかしながらサイズ選ぶっていうのがあるので、まあその今永瀬が言ったみたいに横位置で自転車をバンって見た時のかっこよさと、実際乗る人がまたがって乗ってる時のトータルで見た時って、やっぱその乗った時の方絶対優先した方がいい。まあもちろんサイズが合ってる合ってないっていうのは大前提で、実際横でこの写真で絵で見てかっこいいなより、やっぱ自分のサイズに合った自転車に乗ってるってことの方がはるかにかっこいいことなんだよっていうのをなんかもっと知ってほしいです。声を大にしてみたい、声を大にしてみたいこれはホリゾンタルとか、まあ、形とかにこだわりすぎると、結局その人とちぐはぐの自転車になっちゃう、実際乗る人と、そこをまず押さえていただきたいですね。そうですね。これは羨ましいけど、羨ましい。でこれもそうだね。これもほぼこれ弱スローピングなのかなプラネットクロス、そうですね、シクロクロスで SS ですね、かっこいいオーダーですね。もうこれもやっぱり身長高い方、この方はじゃちょっと下がってるから多分ホリゾンタル指定はしてないんですかね。してないのかな、どうだろう。ちょっとこれも、谷さんが組んだバイクなのであれですが、まあ軽くスローピング。俺やっぱこのね、弱スローピング、本当わずかなスローピングがすごい好きで。そうですね。ちょっとじゃあ、そうもういい写真がありますね。これですね。この感じかっこいいですよね。やっぱこれお店で販売するようにサイズでオーダーした、まああわよくば俺か谷さんが乗れればなーでオーダーした、まあざっくり53ぐらいのフレームサイズ、本当170センチちょいぐらいの方が乗れるジオメトリーのやつをオーダーしたって感じですね。構成、私は構成チームのジャグさんが乗っております。ジャグさんも170中間が乗ってるバイク、これもさっきの水色のやつと同じクラウンジュエル、ロードバイクですで53ぐらいになると、まあこれもホリゾンタルに近いですけど、やっぱ気持ち下がったような感じ、やっぱこの感じが僕はすごい好き。いわゆるアメリカのロードバイク、そうね、これかっこいいな、このスタイル。この、まあ、僕のロードバイクだともうちょい落ちますけど、多分そうね。で、これデジが乗ってるクラブレーサー、まあ、これもデジも160、僕と同じくらいか弱ぐらい、なって感じ、やっぱねこんな感じで、まあ、これ特に車輪径もちっちゃいの若干あるけど、まあ、やっぱりスローピングでになっちゃうっていうのはありますかね。でデジさんも特にいやホリゾンタルがいいとかは多分言わないタイプだと思うので、まあ僕とか、デジさんみたいにそんな身長が高くない人だと無理してホリゾンタルで乗るよりちょっときちんとスローピングしてシートがしっかり出てる方が、やっぱこういうバランス感、全体のバランス感はとてもいいなと思いますね。人がこう横に並んだ時の、やっぱそうですね。この写真分かりやすいです、やっぱ人と並ぶと、その人のサイズ感だなっていうのが分かるとかっこいい。そうですね。こんちゃんもそう、このさんあとは、スローピングでいうとマウンテンバイク最近のはもうほぼ 100%、ほぼっていうかもう 100% ですよね。現行のマウンテンバイクはもうよっぽどオールドのね、サス入れないジオメトリーのものだったらあれですけど、もうサスペンションを入れられる、入れることを前提に作られてるバイクだと 100% スローピングなので、マウンテンバイクでホリゾンタルがいいっていう人は多分いないですよね。そうね。いるんかな。この系の車種のマウンテンバイク、そこを気にしてないですよね。やっぱマウンテンバイク乗るっていう人はホリゾンタルとか。これもやっぱさっきのサスの話じゃないけど、多分普通に前の方、そのスローピングなんで高い部分とかだと、どんなに頑張ってもまた打っちゃうから。そうですね。だって仮にこのバイクのヘッドチューブの位置からホリゾンタルにしたら本当サドルの真下になっちゃうからね。これ乗れる、例えばこのオーナーさんも別にちっちゃい形じゃなかったんですけど、シートしっかり出てスローピングきつめの方がマウンテンバイクはやっぱかっこよかったり理にかなってたり、で最近はねドロッパーポストなんていうのもあるから、
このサドルがしっかり下げられる長さを作るってなると必然的にこうなるっていう。そうです。はい。あとはどの画像を保存してまあしたっけ？とは、同じサーリーだとクロスチェック、やっぱこれもその身長に対して、金子さんのも出てきた。金子さんも。金子さんも170弱そうですね。のクラウンジュエルトラック、やっぱスローピングですね。トラックもやっぱかっこいいな。すいません。さあクロスチェック、はい。ここもやっぱそのまたぎっていうのが重要になってくるので、サイズによってスローピング具合も違います。こっちのブルーのやつは、52ですね。もう自分基準になっちゃってるけど、僕が乗るなら52です。でこんな感じのポジションになると思うんですけど、これも弱スローピングなので、そうですね、わずかにちょっと落ちてる、はい、全くのホリゾンタルってわけじゃないけど、水平に近くはなります。に対してこれが最小サイズのクロスチェック最小サイズの42ですね。で結局さっき言ったようにフォークがあってヘッドがあってでまたぎを確保すると下がるっていう、そうですね、やっぱそこ大事かな。42だと150後半ぐらいの方とかが乗れるサイズなので、僕が乗るんだったら46かな。46、そう、46もちょっとやっぱ後ろ落ちてます。はい。またげるフレームかつサドルハイトをしっかり確保できるフレームってなるとやっぱこうなってくる。そうですね、この方、例えばこのオーナー様が、ホリゾンタルに乗りたいんですってなるとやっぱホイールサイズ下げないと難しかったりとか、ホイールサイズ下げても無理な場合もあるので、やっぱホリゾンタルにこだわっちゃうと、乗れない。そもそもホリゾンタルの僕の場合だとクロスチェックで僕がホリゾンタルに乗りたいんです、クロスチェックが欲しいんです、じゃあ52にってなるとやっぱ乗りにくい自転車になっちゃったりとかするので、優先順位が違うから、まず僕が乗りたい自転車があって、でそれに僕のサイズを当て込んでいくと、それが結果スローピングなのかホリゾンタルなのかっていう順番にしないと、そこを見た目こだわってすぎるのは良くないよっていうのを繰り返し伝えたいあとやっぱりホリゾンタルだからかっこいいっていうことないですよね。パッと見た時のその自転車、さっきの横位置はある、あります。僕も最初競輪のフレーム見た時なんだこれっていう衝撃が走ったのが、かっこいいけどな。そこはね、これは人それぞれになっちゃいますね。もちろんこれもかっこいいけど、やっぱこれも僕らが好きなバイクはこういう感じかなっていう。確かに、そうですね。好みの車種によってやっぱホリゾンタルが似合う、ホリゾンタルの方がかっこいい車種もありますけど、そんなことないよっていうところですか。まずは自分の体型に合ったそうですね、フレームサイズでフレームの形、でその中でホリゾンタルが選択できる車種であって、フレームサイズならもちろんそこはいいですけど、ちょっと無理にホリゾンタルにこだわっちゃうと、結局乗り心地が悪くなっちゃったりとか、乗った時の見た目が不格好になっちゃったりとか。ちなみに僕ホリゾンタルのフレーム持ってないですね。昔それこそ競輪乗ってた時はホリゾンタルのバイク持ってましたけど、その時も別に競輪としてそのフォルムがかっこいいっていうのはありましたけど、ホリゾンタルだからっていうのはなかったんで、今ホリゾンタルのバイクは1台も持ってないですし、ホリゾンタルに嘘です、 RR29 ホリゾンタルでした。あれサイズ50でもホリゾンタルですね。だから車種とか例えばロードバイクとかによっては僕でも乗れなくはないので、そこは自分が乗りたい車種に似合う似合わない、それが乗れる乗れないっていうのを判断してもらってがいいかもしれないですね。そうですね。という同じことを何回も言ってるような気がしますが大丈夫かな。大丈夫かな。響いてくれると嬉しいです。嬉しいです。でまず自分が合うサイズがわからないって方の方が多いと思うので、それは僕たちに聞いてもらって、そうですね。お店来て私が乗れるサイズだとどういうサイズどういう見た目になるんですかっていう、でもその中でもやっぱりちょっとホリゾンタルに近い方がいいなっていうのがまだ拭いきれなかったら、じゃあ車輪のサイズをちょっと小さくするとホリゾンタルに近い形作れるかもしれなかったりとかもするので、車種の選択だったりとか、いろいろご案内できますので聞いてくださいという
今回じゃのあそんな感じですか。はい、はい、じゃあ以上ホリゾンタルとスローピングのスローピングの回お話でした。お話でしたはい、ありがとうございます。ありがとうございます。また。